はい、ということでね、エコフローさんの、撮影が終了しました。で、今から車中泊タイムではあるんですけども、実はね、エコフロー祭りまだ始まってなくてから、現在4時の時点ですけども、開会の挨拶は終わってません。ですね、今からね、なんか楽しいイベントが始まるんじゃないかと思います。で、ちょっとね、時間もあるんでね、車内でちょっと PC 作業しながらね、イベントが始まるのをね、待ちたいと思います。はい、今ね、ちょっと車内でデータを仕替えてるんですけども、風が吹いてね、すごい涼しいです。ですのでね、エアコンはね、いらない状況です。やっぱりね、自然の風が一番ですね。でちなみに、僕ね、朝バームクーヘン食べたと思うんですけども、暑さでね、食欲がないんで、あれ以降、何も食べてないんで、エアコン効かした部屋でね、涼しく食欲を増進させるぐらいだったら、暑い場所でね、食欲なくそうが、なんかね、いいような気がしてきました。で、いろんな方とね、お話ししてみたりしたいんですけども、僕、恥ずかしがり屋なんでね、ちょっとね、様子を伺いたいと思います。4時20分、何やらね、音楽が大きくなり始めました。何か始まるのかもしれません。5時になったんですけども、トークショーが始まるらしいです。ということはね、あちらに人が集まるということなんで、僕はね、逆に人が少ない方をね、攻めてみたいと思います。こちらはね、学校の廃校をキャンプ場にしている場所なんですけども、ちょっとね、こっちにお手洗いがあるんで、利用させてもらいましょう。これなんか謎のものがありますね。配電盤なんですけども、下側にね、デルタプロが4台つながってます。だから今日ここの電気はデルタプロで賄ってるんですかね。で、こっちはね、キッズルームがあるんですけども、キッズルームにポータブル電源が置いてありますね。これはね、子供の頃からポータブル電源に慣れ親しんでもらおうというね、英才教育的なものですね、これは。そんなことちょっと漏れそうなんで行ってきます。はい、ということで、トークショー終わりました。要約するとね、いろんなことを考えてるよっていうことでした。素晴らしいですね。で、これからね、7時半ぐらいまで何もすることがないんですよね。2時間も空いちゃうっていう状況ではありますので、どうしようかな、お腹もあんまり空いてないんですよね。ちょっとね、時間もあるんで、ゆっくりさせてもらいたいと思います。よし、ということでね、6時になって、お腹もね、結構空いてきたんで、晩ご飯にしましょう。もうね、食材分かってきてるんですけども、もう暑いんでね、この分と納豆で、冷やし納豆そばをね、作って食べたいと思います。で、あとね、薬味も買ってきてるんで、まずはね、薬味刻みましょう。しそとみょうが、大葉とみょうがですね。もう全部切ってね、全部使います。こういったものはね、多ければ多いほど美味しいんで。よいしょ。これはね、こう入れるんですけども、逆だったわ。これをね、こんな感じで入れるんですけども、僕はね、もうつけ汁みたいにしてね、食べるのはあんまり好きじゃないんでね、まずは食べてみましょう。いただきます。ちょっとね、数本。このつけ汁の味を確認です。なるほど。もうね、なんだろう。これ、もう全部入れちゃいましょう。で、こんな感じで入れて、OK ですね。で、ここに、納豆なんですけども、僕はね、これ入れる方が好きなんで入れます。これをこうやってかけて、で、あとね、みょうがと刻んだ大葉をね、乗せたら完成です。はい、美味しそうにできました。よし。はい、ということで、いただきます。果たしてお味は。美味しいです。出汁がすごくいいですね、これ。冷やしぶっかけそばみたいになってます。ちょっとね、麺が少し、流水麺は硬いですね。で、薬味とね、納豆のせていただきます。美味しい。さっぱりしてますね。夏はね、やっぱ暑いと食が細くなるんでね、こういうのが美味しいです。で、今日ね、もう僕の目撃の撮影は終わってるんで、自由に過ごしてもいいんで、早めではありますけども、一杯ね、いただきたいと思います。で、これね、この泡が出てくる分ってね、結構ある意味テロですよね。よいしょ。はい、いただきます。
ん、美味しいです。はい、泡だけで読みますね。よし、ちょっとね、じゃあまたね、ご飯いただきながら、ちょっとゆっくり過ごしたいと思います。はい、ということでね、しっかり食べて完食です。ごちそうさまでした。で、そうこうしたらね、なんか車の周りがね、霧で覆われ始めてから、なんか青いレーザーが出始めたんで、ね、外の方出てみたいと思います。激しいことになってますね。なんか煙でいぶされてます。なんかエコフローさんのね、激励に触れたのかもしれません。と思ったらなんか光が、プロジェクションマッピングですね、これは。なるほど。何かここにね、浮かび上がるんだと思うんですけども、今日はね、風が強いんで、全部霧が流れてますね。残念です。はい、ということでね、すっかり暗くなってしまったこの時間から、今度はね、このイベントのね、最後のデモンストレーション、停電実験みたいなのをね、するみたいです。UPS 機能を使ったね、なんか大掛かりな実験をするそうなんで、ちょっとね、行ってみたいと思います。で、停電らしいんでね、ライト持っていきましょう。よいしょ。外涼しいです。ここでね、実験するみたいですね。簡単に言ったらね、この体育館の照明が今からね、全部消えて停電状態になるらしいんですけども、出るとこれがね、停電状態で、もうね、体育館中が真っ暗になるんですけども、デルタプロ2台でね、ここの電気を全部賄うことが可能で、0.02 秒で復帰するそうです。奥の電気全く消えておりませんが、こちらデルタプロから充電されています。手前側の電気に関しては停電が起こってしまっているので全く暗い状態なので、はい、分かりやすいデモンストレーションでした。よし。生ライブしてくれてるんですけども、すごくね、いい音楽流れてきてるんで、音楽ね、聴きながらですね、ゆっくりさせていただけたらと思います。はい、ということでね、もうね、遅くなったんで、ゆっくりね、休もうと思います。よいしょ。ということでね、もう遅いんで休もうと思います。おやすみなさい。おはようございます。現在の時刻は6時42分で、気温はね、28度超えてるんですけども、昨晩はね、ベッドのおかげですごいゆっくりね、休むことができました。僕の寝てたね、床付近はめちゃくちゃ涼しかったです。だからね、天井と床ではね、もう多分3度ぐらい温度差があるような感じです。だからね、床に寝れるようにして正解でした。はい。ちなみにね、エアコンは全くつけてなかったんですけども、メッシュにしてたんでね、風がずっと通って涼しかったです。今日は雲一つない天気ですね。すごい天気だった。でね、僕はね、ちょっと裏情報を教えてまして、というのがね、こちらにはね、キッチンカーがね、出てたんですけども、これ有料かなと思ったらね、どうやら無料でいただけるサービスだったらしいんですよね。で、昨日の晩ご飯もね、食べれたみたいで、僕はね、納豆そばを作って食べたんですけども、そんなことをね、調べてもよかったらしくて、一食ね、ただ飯食い逃したんですけども、朝食ね、いただけると思うんで、ちょっと、行ってみましょう。おはようございます。お食事いただけるんです。はい。はい、8時からになります。8時からなんですね。はい、8時か。わかりました。ありがとうございます。よし。でね、ちょっとね、小腹も空いたんで、朝ごはん作りましょう。もう材料はね、実は用意してきてたんで、パッとね、作ってみたいと思います。よし。で、ここはね、ちょっと風が強いんで、ガスじゃなくてね、せっかくなんで IH 使いましょう。準備はしてきてました。で、今朝はね、このフォカッチャっていう分とベーコンと卵を買ってきてたんで、ベーコンエッグフォカッチャにね
していただきたいと思います。でもうね、残してもしょうがないんでベーコン全部使いましょう。でコーラのね移し替え、めちゃめちゃ冷えてます。これすごく便利。よし、おー、いい感じで焼けてきた。これすごいな、内側のね皮がめちゃくちゃごつい。おおお、よしよし、はい、よし、できました。半熟テイストでね、いい感じができました。でこの分をね、1フォカッチャで1卵ぐらいにしたいと思うんで、今日はね2フォカッチャ使いましょう。僕ね、ちなみにこの分食べ方全然知らないんでね、なんかよくわかんないんで、でパンはね縦方向にも割ります。でマヨ、よいしょ。はい、こんな感じですね。2個できました。よし、朝はね UCC コーヒーと思われるかもしれませんけども、もうね火が昇ってて暑いんでコーラいただきます。はい、ということでね、車内に入っていただきましょう。いただきます。果たしてお味は。ナイスフォカッチャ、美味しいです。はい、ということでね、完食です。ごちそうさまでした。美味しかったです。で、エコフロー祭りの方はね、これで終了なんで、もう現地開催なんでね、もうこの場を離れてもいいんで、200名どっかの場所にね、移動しようかなというふうにちょっと考えてはいたんですけども、僕のね、考えたレイアウトが想像以上に使いづらくて、1泊しただけでね、このままじゃダメだっていうことがちょっと分かってしまいましたんで、せっかくね、千葉県までは来たんですけども、作り直しが必要なんでね、荷物をまとめて、岡山の方にね、帰りたいと思います。はい、ちなみにね、特に行けないのがこの机でした。はい、ということで、ね、ちょっとねパッと片付けます。よし、ということでね、片付けてきたんで、もうね出発させてもらおうと思うんですけども、岡山まではねこんな感じのルートで全部ね高速道路を使って帰ろうとは思うんですけども、なんとね走行距離は696キロもあって8時間3分もかかるらしいんですよね。で僕はね休憩しながらゆっくり帰ろうと思ってるんで、下手したらね11時間とかそれ以上かかるかもしれないんで、現在ね朝の8時なんで着くのがね夜の7時とか8時とかになりそうなんですけども、とりあえずね斜めの稽古の方に無理させないようにしながらね、ゆっくりのんびり安全運転でね岡山目指して帰りたいと思います。はい、ということでね、岡山目指して出発です。はい、お世話になりました。はい、Google マップの指示に従って道を走ってます。で、あと家まで687キロで4時18分にはね着くらしいです。で、ガソリンがね残り4分の1ぐらいなんで、高速乗る前にねガソリン入れときたいと思います。はい、336.7 キロ走って22.5 リッター入りました。ですね、燃費はね約リッター15キロですね。はい、わかりました。車はね車重が重たくてからエアコンつけながら走ってるんで、まあこんなもんじゃないかなというふうに思います。で、ここからはね高速道路を走って帰るんで、もうちょいね燃費が上がるんじゃないかなと思います。ということでね、行きましょう。速度が出せないんで、もう80キロぐらいでねゆっくりのんびり走って帰りたいと思います。料金は950円です。はい、
950円でした。ここからねアクアラインです。はい、静岡の辺りまでやってきました。はい、ということでね、千葉県を出てからもうね2時間は過ぎたんで、そろそろね休憩がしたいなと思うんですけども、昨日ね実は僕綺麗好きなのにからお風呂に入れてないんで、この先のね足柄サービスエリアの方でお風呂にね入れるんで、そちらの方にね休憩がてらお風呂にね入りたいと思います。はい、到着です。お疲れ様でした。よし。なんかね、すごいいろいろ売られてるサービスエリアですね。よし。多分ね、中撮影不可だと思うんでね。もうね、行ってきたいと思います。はい、入浴料金710円です。鍵とね、タオルもあったんで、行ってきたいと思います。よし、気持ちよかったです。出ましょう。でね、お風呂はね、なんだろう、内湯と外湯みたいな感じがあってから、小さめではあったんですけど、なんだろう、お客さんがね、途中からゼロになってから、貸し切り状態になってね、すごいゆっくり疲れました。おかげさまでね、さっぱりできました。で、ここのサービスエリアはね、食べ物屋さんがたくさんあって、すごく美味しそうなんですけども、食べたらね、僕多分眠たくなっちゃうと思うんですよね。そしたらね、家に帰れなくなっちゃうんで、ちょっとね、お世話になってる人にお土産だけ買ってから、もうね、出発したいと思います。信玄餅クレープっていうのがあるのでね、それなんか珍しいんで買って帰りましょう。冷蔵庫があるんでね、冷蔵庫に入れて持って帰ったらなんとかなるんじゃないかと思うんで、よし、はい、お願いします。よし、買いました。紙袋付きでした。とりあえずね、朝ごはん食べたんで食べ物はもういらないんで、飲み物もね、車の中にあるんで、もう戻ってね、とっとと出発しましょう。はい、ということでね、車に戻ってきたら11時42分でした。なんだかんだでね、1時間ぐらいいたことになりますね。おかしいな。そんなにのんびりしないんですけどね。で、家まで帰るルートはこんな感じで、もう一直線にね、西側を目指すだけなんですけども、あとね、約550キロあって6時間かかるそうです。だからね、結局帰ったらまあ大体6時を回ってる格好で、どっかで休憩したらね、7時とかなりそうです。はい。まあしょうがないですね。ということでね、まだまだ先は長いですけども、頑張ってね、帰りたいと思います。行きましょう。はい、出発です。お風呂ね、めちゃめちゃ気持ちよかったです。で、ちなみにね、入浴料金は710円いったんですけども、タオルと、シャンプー、リンス、ボディーソープがね、全部揃ってる状態で、その料金だったんで、なんだろう、手ぶらで来れる場所だったんでね、すごくいいんじゃないかと思います。はい。で、今ね、千葉のガソリンスタンドで給油してから305キロほど走行しました。で、ガソリンね、残りは半分よりもちょっと下側になってるんですけども、残りの走行距離が392キロとかですね。だからね、もう一遍給油をしないといけないんですけども、できればね、もうあと100キロぐらい走ってから給油したら、無事にそのまま満タンで帰れるんですけども、持つかな。とりあえずね、このまま順調に走って帰ったら、6時ぐらいにはね、家に帰ってくれそうです。でね、帰りもフェリー使えば楽だったろうに、なんでフェリー使わなかったんだろうというふうにね、思われる方もいると思うんですけども、実はね、フェリー出るのが夜の7時半ぐらいなんですよね。で、徳島に着くのが明日のお昼の1時半ぐらいとかでから、そこから岡山に帰ってたらもう3時とか4時になっちゃうんですよね。で、フェリーの中ってね、やっぱし揺れて PC 作業もできないんで、時間がもったいないんで、こうやってね、陸路で帰ることにしました。はい。はい。ガソリンもだいぶ底をついてきたし、あとお腹も空いたんで、給油とね、休憩とさせていただきたいと思います。
こちらにね言いましょう。ハイエーオアシス刈谷です。ちなみにね今愛知県の刈谷市までね帰ってきました。観覧車がありますね、ここ。おー、どこ空いてるんだろう。奥の方かな。あー、疲れた。はい、ということで、ね、到着です。何かねつまめるものがないかちょっと探しにね行ってみたいと思います。 OK、 行きましょう。八丁味噌の味噌カツ丼とかいろいろありますね。でもね僕ね本当にご飯食べたらね絶対眠たくなっちゃうんで、これですね、味噌カツの5本パックお土産にもらいましょうかね。本当にね美味しそうなものたくさんあるんですけども、僕はねちょっとこちらのねカーリーちゃんカレーのねカレー屋さんのカレーバーガーっていうのがねすごい気になったんで、僕はね鶏肉が好きなんでねチキンカツのカレーバーガーにねさせてもらいたいと思います。はいはい、540円でした。であとねさっき気になった味噌カツ、テイクアウトでね味噌串カツがあるんでねこちらをいただきましょう。 OK、 買えました。こっちを食べる分でこっちお土産ですね。優しくなれるから自分の心に芯を愛することも。はい、帰ってきました。よし、じゃあねチキンカツいただきましょう。よいしょ。美味しそう。果たしてお味は。美味しいです。さすが専門店のカレーですね。カレーがねすごいパンとチキンに合ってます。はい、ということでね美味しかったです。ごちそうさまでした。ということでねもうキロにね着こうと思うんですけども、その前にねガソリン入れましょう。もうこんだけです。ちなみにねここまで375キロ走ってるんですけども、残りの距離の半分以上走っての給油なんで、ここで満タンしたらねもう家までそのまま帰れる計算になります。はい、よし、ということでねガソリンスタンド行きましょう。よっしゃ、29.3 リットルも入りました。375キロ割ることの29リットルなんで 12.93 ですね。わあ悪いですね燃費が。よし、ということでねあと残りは325キロでもう半分切ってるんでね焦らず帰りたいと思います。ちなみにね家に帰る到着予定時刻が6時半です。はい、ということでね出発です。はい、ということでね今の時刻が17時ちょうどです。で残りのね走行距離が130キロないぐらいですんでね6時半ぐらいにはね家に着けそうですね。料金はね8010円でした。安かったです。すごいな。よし、ということでね日が沈む前に岡山に帰ってこれたんでね、あとはね家までゆっくり帰りたいと思います。はい、ということでね今回は夏仕様にした名前の件でね千葉県に行って1泊3日のね車中泊旅をしてきたんですけども、いかがだったでしょうか。せっかく作ったんですけどもね車の方ちょっと使い方が悪かったんで、もう1泊でね
とんぼ帰りしてきたんですけども、車の方はねソーラーパネルにエアコンにポータブル電源っていうね結構重量の装備ではあったんですけども、重量バランスをね考えて真ん中あたりにねポータブル電源を置いたおかげで高速道路もね全くふらふらせずに走ることができて、あとねソーラーパネルも飛んでくるようなこともなかったんで、安全面に関しては全く問題なかったというふうに思いました。はい。でもね正直なところ僕の考えた最強の夏仕様レイアウトっていうのはねちょっと使いづらかったんで、こちらはねちょっとねまだ煮詰めて考えてみたいなというふうに思います。はい。でちなみにね総走行距離は1000キロだったんですけども、7枚の K 君の方もね本当に頑張ってくれたんで、美味しいガソリンとオイル交換をしてあげてね、また次の旅の方にね備えたいなというふうに思います。はい、こんな感じですかね。ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。お疲れ。